はい、皆さんようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今日は前回やりました、自分に自信がない人に対するメッセージのその2をやります。自分にね自信が持てない人っていっぱいいるんだけれどもね、僕のところにはね毎日いっぱいそういった人が相談に来るんですよ。でね、もう自分がダメだっていう思い込みをねみんなしてしまってるの。すごくねいいところいっぱいあるんだよみんな。だけれどもねそういったいいところがねその人たちの目にはね映ってないのね。で自分の弱点ばっかりがね目に入ってしまって自信がどんどんなくなっちゃってる。でその人たちってねいつも何かこう私に相談する時もこういう風な感じに相談するんですよ。私ねダメだと思うんですけれども今度こんな会社に行こうと思っていてとか、多分僕うまくいかないとは思うんですけどこんなことやろうと思ってるんですよとかね、何かね自分の目標とか夢を語るときに最初にねダメだと思うんですけどとか、うまくいかないと思うんだけどみたいなね、そういうね言葉をつけちゃうんですよ。心の中でねなんかそんな風な感じでダメな自分みたいなものがね最初に出てきちゃうの、言葉にね。でもしかしたら今までいろいろと失敗をしてきてがっかりすることが多かったからね、あんまり期待をしているとそれがうまくいかなかった時にショックが大きいからね、だから最初から何かそんな風な感じで失敗した時の準備をしてるのかもしれないね、ショックを減らすためにね。でもねこれはよろしくない。こういったね子が多いわけ。これね呪いをかけてるのと一緒なの。自分にね呪いをかける。呪いっていうとすごくマジカルで、ちょっとオカルティックなものをね想像するかもしれないけど、でもねみんなも気をつけないと、これは呪いっていうのはね日常的にね自分に対してとか人に対してやっちゃってる部分あるかもしれないよ。例えば何かこう悪口なんか言う時にねバカとかね、時にはこう死ねとか言ったりするでしょうね。そういったのだってある種呪いだしね、人のことをこう言葉で縛るというかね、悪い意味を友達に付与する、相手に付与するという意味においてはこれはねある種呪い。で、自分に対してもそうなんだよね。うまくいかないと思うんですけどっていうともう最初からなんかそういうね悪いイメージみたいなものをくっつけてものを考える癖がついちゃう。これはね自分で自分を呪ってるのと一緒なんですよ。で自分がね苦手なイメージっていうのはね、最初はね些細な出来事から始まる。例えば、試験で失敗したりとか仕事の上での失敗、人間関係の上での失敗かもしれないし、あとは失恋なんかが原因の場合もあるしね、商売がうまくいかなかったりっていうこともあるだろうし、何かそんな感じで人生の中でつまずいてしまった出来事、その時になんか失敗したな、自分ってちょっとなんかダメだなっていうふうに思っちゃったとしよう、ね、その時にね自分ってダメな人間っていう仮説をまず立てるわけ。で一旦ねこういう悪い仮説を立てちゃうと人間って面白いもんでね、その自分の仮説を立証しようとするのよ。具体的にどういうことかっていうと、日常生活の中でそれを立証するような断片ばっかり拾ってくるわけ。だから日常生活の中でね失敗したことばっかりがね目についてくる。今日寝坊しちゃったとかね、会社に遅刻するところだったとか、もうちゃんと早く起きてればよかったのにとかね。でこんな風な感じで日常生活で失敗したようなことばっかりがこう頭の中に飛び込んできて目に入ってきて、どん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 ダメな自分、ほらやっぱり僕ってダメじゃんってね、やっぱり私ってダメじゃない、そういう自分のね、不安の材料ばっかりをこう集めてきてそれを立証しようとする。でそうするとねだん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 そういう証拠が積み重なってくると、最初は思い込みだったのかもしれないけど次第にそれがね法則のようなものに成長してしまいに動かしがたい真実のレベルにまでこれ成長していってしまう。でこれがね真実のぐらいにまでこれがかっちりした思い込みになっちゃうと、これなかなかね自分で壊すのって大変になってくるんだよね。だから今ねそんな風な感じで心の中にガチガチの自分ってダメだっていうね思い込みを、こう岩のような思い込みを持ってる人がねいっぱい来ますから、それをねこうやってコツコツコツってこうやって割ってあげるお仕事をね一緒に話し合いをしながらねしてあげているの私の日常なんですけど、
このね、自分で自分を呪うっていうのはなかなかこれ厳しくってね。だって自分自身から逃げられないでしょうね。だって、目を閉じたって耳を塞いだって自分の心の声からは逃げられないもんね。だから自分がダメだダメだっていうふうにね思い込んじゃってるとね、どん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 としんどくなっていくわけ。で例えばそうだね、朝起きてね、そしたら目覚まし時計が鳴らなくてさ、で遅刻しそうでご飯も食べずに会社に行ってさね、で電車もギリギリ間に合うぐらいな感じでね、で電車に飛び乗って会社に行って、いや汗かいちゃった、もう朝から大変ついてない、こういうふうに思う人もいるかもしれないけど、でももしかしたらね、昨日疲れたけど今日はぐっすり寝たな、深い眠りに落ちちゃって朝ちょっと寝坊しちゃった、でも走って頑張ったら電車に飛び乗れた、よかった、遅刻しないで済んだってね。同じ出来事でもポジティブに捉えるかネガティブに捉えるかで全然物語が変わってくるでしょ。でこのようにポジティブなものに目を向けているかネガティブなものに目を向けているかによって人生ってすごく変わってくるんですよ。だからね、こうついつい自分ってダメな人間なんだとか、やっちゃったなっていうような感じでね、ダメだと思うんですけどとか、うまくいかないと思うんですけどみたいな感じで自分のことを呪う癖がついちゃっている人は、この呪いをね祝いに変えましょう。祝いね。日本にはね漢字っていうのがある。このね動画を見ているお友達には海外の人がいっぱいいるんだよね。だからあんまり漢字については知らない人が多いかもしれないけど、呪いっていう漢字はねこういう漢字を書きますね。でね、祝いっていう漢字はねこういう漢字を書くね。似てるでしょ、この2つの漢字。似てるんですよね。意味がねすごく似てる。呪いっていうのはネガティブな祈り、ね、祝いっていうのはポジティブな祈り、ね、だから、人のことをねこう悲しませるような、ね、傷つけるような祈りをするとそれは呪いになるし、人のことを助けたり幸せになるように祈るとそれは祝いになるわけ。だから同じようにこのね自分の中でダメだっていう思い込みをね祝いに変えていくっていう方法があるんですよね。それはやっぱりね言葉でちゃんとそういう癖をつける、きっとうまくいくとかね、きっとうまくいかないと思うんですけどっていう代わりに、きっとこれはうまくいくね、ちゃんとこれはね、いい方向に行くと思いますっていう思い込みをね、こう言葉のところにこうかけてあげることによってもだいぶ変わってくるし、あとくよくよ悩むような時はね、これはね実際に口に出してやってみるといいよ。これおまじないだからね、ぜひやってみてほしいんだけど、まあいいや、まあいいやって言ってみる。なんかこれは大変だな、ちょっと厳しい状況だな、苦しいな、辛いなっていう時あるでしょ。でそういった時もダメだって思い込むんじゃなくて、まあいいやって言ってみる。まあいいやって、これ実際にね口に出して口の筋肉を動かして体を動かすっていうところが意味があるんだよ。頭の中で思うだけじゃなくて実際に口に出してみるね。まあいいや、頑張ろうって、これねぜひちょっとやってみてちょうだい。こういったね日常の中でのちっちゃい一つ一つっていうことが、さっきもね悪いことをだんだんと積み重なっていく、積み重ねていっちゃう人の話をしたけど、こういうふうな小さな取り組みっていうのもねコツコツやっていくとね必ずお稽古につながってきて、そういうねネガティブな思考回路から脱出することができるから、ぜひやってみてくださいね。これ、じゃあ次までの宿題にしようかね。自信のない子は自信がないような感じになってきたら、まあいっかって言ってね、で絶対大丈夫頑張ろうって、口に出してやってみる、それをねやってみるとねだんだんと世界の見え方が変わってくるから、じゃあこれをね次までの宿題にしましょうね。そしたらね、また今度次の動画でまたこの次のお話をやっていきますね。こんな感じでみんなとやり取りをしながらだんだんとみんなの人生というものが幸せな方向に向かってポジティブな方向に向かって変わっていくようなお手伝いをさせていただきたいと思います。はい、ですからチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画で会いましょう。さようなら。